こんにちは、シャインボディソウルの里井です。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今日はこのビデオでは私がやってる霊気って何なのかっていうことと、あと何箇所かね気をつけるといいんじゃないかっていう点についてもちょっとお話ししようかと思うので、ぜひこの動画を参考にされてみてはいかがでしょうかということで今ビデオを作っています。で、一番最初に一番ね大事なトピックですけど、霊気って何っていうことですよね。で、この霊気について他の動画でも長ったらしく私の紹介みたいなビデオのとこでも喋ってはいたんですが、この霊気っていう風に今皆さんが聞いた時に、ほぼ 100% これってセラピーっていうね理解があると思いますけれども、私もやっぱり東京出身で、全くの日本人で今香港に住んでいますけれども、この本当に霊気療法っていうセラピーを習う前まではやっぱりその手当だったりとか、なんていうんですかね、手をかざされるっていうのはなんかすごく怖いっていうねイメージが、実際にそういうことを体験したこともありましたし、やっぱりこれが何か違うものなんじゃないかっていうふうにね感じている方とかもねいらっしゃると思うので、その点についてちょっとお話ししますと、私のとこでやっている霊気っていうのは薄い霊気療法というセラピーです。で、このセラピーは、宗教とは全く関係ありません。で、そしてこの薄い霊気っていうのは今霊気っていうふうにアルファベットで霊気って言って、香港でもとても有名なセラピーになっていますが、この薄い霊気っていうのがその霊気の元祖の始まりだと言われています。このセラピー自体は実は日本で100年前に臼井美香さんという方が、始められたセラピーになります。で、私自身もとても興味があって、いろんなねその復刻された書籍とか Amazon に行くと売ってるんですけれども、当時この薄い霊気以外にもどうやら他にも手当て療法っていうのはあったようです。だけれどもこの薄い霊気っていうのが一番有名で、世界中にねすごいどっと広まったっていう経歴があるんですけれども、その理由にはですね、やはりちゃんとその体系化されたクラスのね構成だったり、あとこのアチューメント講習でもねアチューメントって言っていますが、このアチューメントっていうねプロセスがあったということが、最大の理由ではないかというふうに言われています。なので、一つにはこの霊気っていうのはセラピーであって、でそして日本人の人によって始められたっていうことで、薄い霊気っていうものになります。で、手当て療法って言ったら、皆さん察しがつくと思うんですけれども、要するに手を使ったねハンドセラピーなんですね。で、霊気以外にもすごくいろんなねハンドセラピーっていうのはあると思います。本当に名前とかいろんな名前がついているのでややこしいですが、なんていうのかな、やっぱりエネルギーワークの一つで、やっぱこの薄い霊気以外にもねいろんなそのエネルギーワークっていうのがあるんですが、薄い霊気のね特徴というのを言うと、一つには意識集中が必要ないっていうことですね。で、もちろんその手当てっていうのを習うと人にやったりとかペットにやったり物にやったりということができるようになります。要するにそういうスキルを学ぶことになるんですが、私自身はやっぱり最大の利点としては自分で自分のね気を整えられるっていうところが一番ねいいなっていうふうに思っています。で、今日はじゃあ自分で自分で自分の気を整えるとどんなねいいことがあるのかっていうことをちょっとまとめて書いてみたので説明しますと、例えばですね、頭が冴えて思考がすごくクリアになります。なんかこう考え事とかがごちゃごちゃしてて、もう頭の中がもうパンクしそうでね、もうこれ以上新しいアイデア浮かばないとか、なんかもう時間だけがこう刻々と過ぎ去っていって自分に苛立ってしまうとか、なんかこう自分のパフォーマンスあんまりうまくいかないとか、こういう時もですね気が整うとすごくねその頭の中がクリアになるっていうのをね体験される方がとても多いです。そして、2番目に嫌なことや不安なことを、ずっと感じることがすごく短くなります。で、これは私自身もすごく感じているところなんですが、
本当にね、なんていうのかな、嫌なものとか不安なことを考えちゃいけない、私はそういうふうになりたくないって言って押し込めるというのとはちょっと違くて、やっぱりその気が整ってくると自然とその嫌なことだったり不安なことだったりっていうことにあまりフォーカスしなくても大丈夫な自分っていうんですかね。だから本当に気が整って自分が立て直っていくっていうことを感じる方が多いんですが、なのでそういう風な感じ、くよくよしたりイライラする時間とかどんどん減っていきます。で、その結果ですね、行動の方向転換がすごく早くなります。つまりですね、だからイライラしてたりくよくよしているっていう感情の先に、例えば嫌な行動に入ってしまう、やってしまうとか、そういうことがあるかと思うんですけれども、一日の中でね、その忙しい時間の中であんまり意識してなかったらわかんないかもしれませんが、でも実際そのね、癖だったりとか悪い習慣とか、要するにその行動に出てしまうっていうのは、必ずその前置きに、そういうね、嫌な気分とかがあったりするもんですよね。でもこの部分も行動もだからすぐに方向転換がね、可能になってきます。で、そしてさらに、こんなベネフィットあるんですけど、地に足がついた感覚っていうんですかね、これ英語でもグラウンディングって言いますが、本当になんていうのかな、気が整ってくるとですね、すごく落ち着いて穏やかな時間が増えます。例えば緊張してしょうがないとか、なんかすごい神経質な方とかも気が整ってくるとですね、すごくこう足元に本当に気がこうスーッと降りた感じになり、そしてその不安だったり、さっきの不安だったり、あと神経質だったりとか、なんかすごい緊張とかっていうのもびっくりするほどね、穏やかに落ち着いて喋れるようになったりとか、そんな効果がねあります。で、今言ったようなこういう良さっていうのは、言ってみれば、この自分で自分の気が整うとこんなことがあるよっていうのは、精神面だったり感情面、要するにそのマインドとかそういうところにね働きかけるようなベネフィットなんですが、この部分はどちらかっていうと薄い霊気の中でも、この初めに臼井美香さんっていう方が作られたその日本伝統式っていう方の、霊気の実践の中にこういうことがたくさん織り込まれていて、で、気づかないけれども霊気実践してると大方皆さんこういう状態になっているんですが、さらにこれをね本当にもっと自分でこういうふうにしていきたいっていうことで、やっていく実践っていうのもたくさんあって、例えばそれが霊気の呼吸法だったりとか、今では瞑想とかする方もたくさんいらっしゃいますが、霊気では瞑想をするというか、本当に瞑想と同じような感覚になるっていうことが、これも実は気の流れが整うことでね起こっていたりするんですけれども、今言ったようなこの内容っていうのは実は日本伝統式の方の霊気の内容になっていて、本当はこの今 90% 以上のその霊気っていうね、アルファベットで霊気の有名な方はですね、これは西洋式の霊気と言われるんですが、もともとこの西洋式の霊気っていうのは、その臼井美香さんが最初に日本でこうね学校を始めて、でそこに習いに来る人がいて、でそのうち、そうですね、100年前だから、1920年ぐらいからその臼井美香さんが学校を始めたと言われているんですが、この年代で調べるとちょうど第一次大戦と第二次大戦の間ぐらいですね。で23年には関東大震災があるんですけれども、そういう真っ只中で臼井美香さんが当時青山の学校で霊気を始めて、でそこからどんどん広まっていて、終戦の45年ぐらいのあたりの時は、この時にですね、このハワイに住んでた日系人の高田ハ代さんっていう方がまた霊気を学ばれるんですけれども、臼井美香さんからだんだんこのねジェネレーションが変わって、どんどんこう下にお弟子さんがこういるような感じになっていくんですけれども、その高田ハ代さんから先が、主に本当に今の現在の霊気の 90% 以上を、占めている霊気っていうのが、これが西洋式霊気で、私も今香港で教えてる薄い霊気っていうのは、この伝統式の霊気だけを教えているんではなくて、実はその 90% 以上の人たちがやっている霊気っていうものも何なのかっていうのも教えているんですけれども、
この西洋式の霊気っていうのは実は意外にもヒーリングの方に特化していて、要するにどういうことかっていうと、例えばね、霊気をやることでこのね病気がねすごく症状が良くなってきましたとか、いろんな難しい病気に対してもいろんなねリサーチが行われていますとか、現在もどんどんね発展していっていて、で私のところにもいろんなその西洋のクライアントさんとか、いろんな国のクライアントさんが来てくれて、そのたんびにいろんなね記事とかシェアしてくれますが、例えばアメリカとかでも霊気を取り入れた病院がありますし、この間もブラジルでその霊気をやるっていう病院ができたよとか、そういうニュースを聞くぐらい、その西洋式の霊気っていうのは実はヒーリングにね特化しているっていうことなんですね。でもこの霊気っていうのは、だからこの精神的な、要するにあなたのマインドだったり、その精神的な安定さっていうのがね、大事になってくるし、そして霊気を実践することでその安定っていうことを、望むことができます。でも一方で私たち人間って要するにいろんなレベルがあるので、精神とか感情っていうのも大事ですけれども、実はその身体面に対するベネフィットっていうのも、これはそのね45年から先のその霊気でたくさんそのリサーチとか調査が行われて、霊気はすごく身体的なね改善の効果も高いっていうことが、言われています。この2020年のこの時点では霊気っていうのはそんな風にいろんなこのミックスのこの霊気っていうのが受け入れられていて、一番最初の100年前の始まりからずっとこう発展していて、現在ではその伝統式の霊気っていうのも、何だったのかっていうのが伝えられていますし、そしてその西洋式の方の霊気っていうのも何なのかっていうことが学べるっていうことで、ただしですね、本当にさっきも言ったようにその西洋式霊気が90% 以上が西洋式霊気なので、実際には今言った日本伝統式の霊気は一体何を伝えているのかっていうのを伝えている霊気のスクールだったり師範の人は非常に少ないかと思います。はい。で、そして、じゃあこの霊気って、手からね気を流すっていうセラピーなんですけれども、香港でも気功とか太極拳とか有名ですが、これどんな違いがありますかとか、香港でもねいろんなエネルギーワークがあるので、じゃあ霊気をやればいいのか、それとも他のエネルギーワークなのかっていう感じで、結構ねもうすでにいろんなエネルギーワークやってる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、その点についてもちょっとねどんな風に違うとかっていうことをちょっと説明させていただくと、霊気ってそういうふうに手当に特化しているっていうのかな。いろんなセラピーだったりいろんな気功とかその太極拳をやられているんであれば、それをやめて霊気にしましたとかっていう例はほとんどなくて、例えばあなたがもう10年も20年も太極拳をやっていますとか、あるいは私はこの気功のなんとか流派のこの拳をやっていますとか、そういう方でも霊気を学んでいただいた後も続けてその同じ太極拳だったり気功だったりっていうのをすることがもちろんできますし、これがねまたエネルギーワークじゃなくても他のねセラピーをやってる方とか、強いて言えばカウンセリングだったりとかコーチングとかそういうね生徒さんもたくさんいますし、あるいは物を売ってる人とか、そういうのでもその霊気を学んだからあなたが今やってる職業を全部やめて霊気をやるっていうんではなくて、本当に霊気っていろんなものとなんていうのかな、その共生が可能っていうかで、さらにその効果をね良さがすごく倍増するっていうのをね感じていただいてるっていうね、そういう報告が、嬉しい報告がたくさんあります。例えばですね、この間もあったんですけれども、太極拳のクラスを、参加されている方がいて、で、今までは太極拳のね動きとかをこんな風にねやっていました。でも霊気学び始めた後になんかすっごくこの気の感覚とかが分かりやすくなって、その太極拳の動きがとてもねやりやすかったですっていうね感想をいただいたりしています。でその気功だったり太極拳っていうのは、ヨガとかもそうだと思うんですけれども、基本その動きがありますよね。私も自分で体操を教えてますが、要するにその動きっていうのがあって、それをねこのマスターだったりインストラクターっていう人たちに教わって、要するにその動きを真似ながらあなたもそのね動きをしていくっていうことで、要するにそのトレーニング的な、要するに繰り返し練習していくことでね習得するっていうのがほとんどだと思うんですね。
で霊気っていうのはちょっと違くて、イメージで言うと本当に自転車に乗るっていうスキルを習うとか車の運転を習うとか、そういうようななんかこのスキル習得っていうのに似てるなって思うところがあって、ただしそのスキル習得も霊気には必ず欠かせないものがあって、それをアチューメントっていうふうに言っています。で気候だったり、要するにそのエネルギーワークっていうのはアチューメントっていうのがないプロセス、要するに修練とか練習だけで進んでいった場合、霊気に比べて非常に個人差とか、あなたはすごくその、これに向いてるねとか向いてないねっていうのが非常に出やすいかと思うんですよね。私たちのライフスタイル見てても、例えば芸術分野に長けてるのか長けてないのか、あなたの運動能力は優れているのか優れていないのかみたいな感じでいろんなジャンルがあって、で、大体の人は私結構運動得意なんですよとか、いや私はもう全然運動できなくてとか、いろいろあると思うんですよね。でも霊気っていうのは要するにそのエネルギーワークではあるんですけれども、アチューメントを受けた後、その才能とか能力に関係なくあなたの気の流れが劇的に改善しますっていうのがこの霊気の一番違うところになります。なのでこの間セッションで突然ね、やっぱり霊気実践された方がいきなり霊気とつながりましょうって言ってね、何につながってんの私はっていう風にやっぱり口で説明してもね、なんかよくわかんないなっていうところあると思うんですが、アチューメント受けていただくと、要するにそのつながるって言われた時にすごく体感レベルでドーッとねこう高まるっていうのかな、そこの部分が多分違うと思います。なので全然まだ学んでない人は、私の話聞きながら、これが霊気ですよってね、あなたの体の中に流れているね、このひしひしと24時間一生懸命流れている気の源が霊気ですって言って、はいじゃあこれにつながりましょうって言ってもなんかよくわかんないなって思いながら、やっぱりつながってるとこがあると思うんですが、実はねこれもアチューメントを受けていただくと体感レベルでぐーっと上がっていくので、頭からも理解も入ってきますが、あなたのねその体とか手の感覚とかそういう部分もかなり上がってきているので、だからこの部分においてのね差っていうのがかなり大きいかなっていうふうに思います。実際に手を当てるっていうセルフヒーリングとか、全然霊気も学んだことないしアチューメントも受けたことないっていう方でも全然できますし、なので私も例えば呼吸法だったり瞑想しようとかセルフヒーリングっていうビデオを、YouTube でたくさん撮ってはいますが、でも私もやっぱり重ね重ね言っているのは、もしあなたが例えばペットとかその誰かにね手当てをしてあげたいとか、そういうことがあれば、まずやっぱりアチューメント講習来ていただきたいなって思うのは、やっぱ人間って手を誰かに当てると治してあげる、あなたを私が治療するっていうね、こういう感覚が出ますよね、やっぱりね、普通にね。この部分もねアチューメントを受けるとねすごいぐんと変わるので、ぜひねそういうところはね講習でしっかり学んで、そしてアチューメントをしっかり受けて、そしてね全部理解した上でやっぱり霊気をねこう実践していただくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。で、私もずっとここで霊気を教えてきて、もちろんねもうダイレクトにアチューメント講習でねすぐ受けますという方もいらっしゃいますし、やっぱりこうやって説明してもなかなかそうなのかな、でもわかんないな、やっぱりやめようかなっていう方もねたくさんいらっしゃいますし、これは本当にね皆さんのタイミングでね受けていただければっていつもずっと思っています。なので絶対にねアチューメントを受けなかったらその手当とかできないっていうことではないです。さっきも言いましたが、やっぱりそのね手当のそのセルフヒーリングのビデオだったり呼吸法とか瞑想っていうのは全然その霊気学んでない方も一緒にやっていただけますし、一定のね心地よさとか改善とかねきっと出てくるはずです。でももしそのね改善のスピード速度を上げたかったり、もっと早く改善したいって思ってる人とかふうに考えてるんであれば、やっぱりアチューメントしていただくと、これ本当に才能とか能力関係なしにスピードアップしますので、その部分はねぜひ皆さんに知っておいてもらいたいなっていうふうに思っています。で最後に、注意事項ですけれども、この動画のコメント欄にも貼っておきたいんですが、私の方のブログで、前にね、どんなブログの記事のタイトルだったか、霊気を独学でおすすめできない理由みたいなそういう記事を書きました。でこの記事が結構ずっと多分誰かにずっと読まれているっていう形跡があって、
手当ってやっぱりそのねすごい本能みたいなところなので、そんなの学ばなくても自分でできるでしょうって思ってる方もねたくさんいらっしゃると思います。でそれについては今この動画で話したことを全てですけれども、やっぱりじゃあ学ぼうってなった時に、この動画見てそういうことなんだ、だったら私もってなった時に、注意事項として、じゃあどういうところでね学べばいいのっていうのが、またこれが次の難関になってくると思うんですけれども、本当にいろんなねスクールあると思います。今インターネットでサーチしていただいたら、霊気って言ってるのもあれば、霊気っていう名前はないけれども、要するにそのスクールにはもう霊気って書いてない、でも読んだら霊気みたいのもあると思いますし、あるいは正直霊気って書いてあるけど、今私が説明した霊気と全く違うやつとかがないとは 100% 言い切れないところがあります。で、例えば私もオンラインで霊気を体験していただくとか練習していただくっていうセッションはやっていますが、アチューメントをオンラインで受けるっていうセッションは全くやっていません。でもこれもスクールとかその先生のポリシーとか、その方向性とかによってオンラインでもねアチューメントやってるっていうところがもしかするとあるかもしれないんですけれども、まず第一に私もそれやりたくないなって思うのは、信用とかね信頼とかそういうところになってくると思います。実際にそれアチューメント本当に受けたのか受けてないのかっていうのがオンラインでは非常に確認しにくいっていうね、そういうデメリットがあるので、もしそれをどうしてもね受けるっていうことを決心したのならば、ちょっと気をつけてほしいなというふうに思っています。それ以外はですね、どんな種類の霊気を学ぶのとか、そういうの多分ウェブサイトに行くと、細かく書いてあると思うので、もしあなたのお家の近くでここで霊気を学んでみたいっていうのがあれば、まず最初にね確認してみてください。で、料金っていうのも結構いろんな料金があると思いますが、でも大体一定の平均的な料金っていうのもあると思います。なので、一番いいのはやっぱりそのウェブサイトにね、どんな種類の霊気が習えて、いくらで何時間でどんな人数のクラスやってるのかっていうのも全部ね分かると思うので、そういうのねしっかり確認されてから霊気をね受講されるっていうのが、アチューメント講習ですね、受講されるっていうのが一番いいかと思います。はい。というわけで、今日は私の、頭の中もちょっとモヤモヤしてたことを全部言い切った形になりましたが、このビデオがね、特にね、これから霊気学ぼうって思っている方にとって有益な情報だったら何よりだと思います。もしまだ他にもね、質問だったり気になることがありましたら、ぜひ私まで遠慮なくお知らせください。このビデオのね、下のところに、コメント欄で書いていただいてもいいですし、あるいはこのね、動画がすごく役に立って嬉しい、よかったですっていう方はね、ライクをしてくれたらとっても嬉しいです。最後に霊気の初級の講習では何を学ぶことができるのかっていうことをちょっとここで紹介しておきます。まずですね、霊気を学びたいという思った方は、どんな方も要するに能力とかね、才能とかに全く関係ございません。なので霊気を初めて学ぶ方は必ず初級から受けていただくようになっています。で、その初級では何を、やるかっていうとですね、まずレクチャーっていうのが、講習の最初の前半のね、ところにあり、そしてアチューメントを受けてもらい、そして最後は一緒に実践していくっていう形になってるんですけれども、最初のレクチャーの部分では霊気って何ですかっていうことですね。その漢字でもね、霊気って書いたらこうですよっていうようなこととか、そういう基本的な霊気の意味っていうのをお伝えします。そして霊気のエネルギーの働きについてもお知らせします。で、これは要するにね、自分の体の中に気が巡っているけれども、一体どんな風に作用していくのかっていうね、基本的なことを、お伝えしています。で、そしてさっきもちょっとかじりました霊気の歴史についても詳しくやっていきます。で、歴史をやって、その後ですね、アチューメントについてもご説明しています。アチューメントね、知らない方全然普通です。皆さん知らないで、霊気学びたいって来てくださって、で、そのアチューメントって何なんですか、受けんですかっていう状態で皆さん講習に来られるわけなんですけれども、初級の講習の際にはこのアチューメントが何で、なぜ受けるのかっていうこともお伝えしてから、安心してアチューメントを受けていただくようになっています。
でそしてアチューメントを受けた後ですね、どんな、霊気の実践やるかっていうとですね、初級では自己浄化といって、とても有名なセルフヒーリングです。 YouTube でもねセルフヒーリングのビデオいくつか出していますが、こちらもね、ちゃんとねこうしっかりとやっていくっていうことをやっていて、であと霊気とつながるっていうね技法、これもとても大事です。霊気を学んだらなぜ霊気につながるのかとか、なんでこの霊気のつながるやんないとその違いは何かとか、そういうのもねいっぱい練習してくるとすごくわかると思うんですが、霊気とつながるセルフヒーリング、それから霊気の呼吸法ですね。この呼吸法の部分は西洋式の霊気ではなくなってしまった部分なので、以前過去に霊気の西洋式習った方でも呼吸法を知らなかったっていう方が結構いらっしゃるほどです。でそして物への霊気っていうのもお伝えしてます。例えばクリスタルとかいろんなそのものをねクレンジングって言って、皆さんもいろんなものを使ってねそのものの浄化っていうのをやると思うんですけれども、実はこれが便利なことに霊気のアチューメントを受けていただくと手からね非常に気が流れやすいので、いろんなものをね浄化することもできます。話を聞いてるだけだとへえそうなんですかって思うんですが、こちらもねいろんな技法があって、それも初級でお伝えしています。でそして最後にじゃあ手当てどうやって人にやるかっていうね、これもね実は初級でお伝えしています。中級に比べると少し、深くはありませんが、でも初級受けていただいた時点で、もしあなたのねご家族やご友人がね霊気を受けてみたいだったり、あるいは練習台になってくれるっていう時はね、ぜひ他人にもね霊気をしてみてくださいっていうことで、これも実は初級で学ぶことができます。でここまでやってねだいたい5時間6時間ぐらいの講習になります。日程がね合わないっていう方は個別にご連絡いただいて、現在プライベートの受講っていうのもありますし、あるいはね、普段はセミプライベートだったりするんですけれども、1日でね5、6時間はちょっと辛いっていう方のために、2日間に分けたね2時間から3時間ぐらいの講習っていうのもやってますので、もしね霊気のアチューメントを受けてちゃんとこの霊気できるようになりたいっていうふうに考えている方がいらっしゃったら、ぜひアチューメント講習の受講をお考えください。でこのアチューメント講習っていうのはオンラインでの受講がないのでご注意ください。こちらシャインボディソウルではオンラインでやってるセッションっていうのは、体験していただくセッションか、実践するセッションか、あるいは霊気を受けるっていうね、こういうセッションはオンラインでご提供しているんですけれども、もし霊気が学びたいというふうになったら、こちらは対面での、セッションしかないのでご注意ください。では今日の動画は以上です。今日も見てくださりありがとうございます。でそしてまだね質問とかコメントとかありますという方は、ぜひ YouTube のねコメント欄のところに、質問でも感想でも書いていただいたらとても嬉しいです。オンラインのね Zoom のセッションで霊気を体験したり受けていただくっていうセッションもたくさんあるので、もし、興味がある方はそちらも見てください。でそして、霊気ライブですね、こちら、無料で参加していただけますが、対談になってて、ライブ配信でね霊気の話とか、そのねこう実践したけどこんなことになっちゃったらどうしようとか、いろんな質問とか意見とかっていうのが、受講生さんの中からたくさん出てきたりとか、あるいはですねこれから霊気学ぼうと思ってるけどまだ学べてないっていう方も、どんな方でも参加は OK なんですが、霊気にね興味のある方、あるいは霊気大好きでもっとね実践したいっていう方にね、ぜひ参加していただけたらなというふうに思っています。でこの Facebook グループは限定配信なので、メンバーになっていただく必要があるんですが、参加っていうところをクリックした後、必ず質問が2つ出てくるので、そこに答えてください。もしね答えてなかったりすると、参加の承認が非常に遅れることがあるのでご注意ください。それでは今日も一日素敵にお過ごしください。バイバイ。